おはようございます。僕は今万関橋というところに来ています。ここは対馬の南北を結ぶ唯一の橋で、対馬の交通には欠かせない場所です。万関橋は対馬の北部にある上島と南部にある下島を結ぶ橋です。この場所はもともと陸続きでしたが、1901年日露戦争を目前に旧日本海軍が水雷艇の通行のために開削しました。現在の万関橋は3代目になります。前回は対馬1日目として南部を観光してきましたが、今回は2日目として北部を観光していこうと思います。それでは対馬2日目スタートです。小船越というところの西の小出というところにやってきました。ここはかつて使われていた港跡になっています。この場所は遣隋使や遣唐使の時代に使われた古代の港です。かつて対馬海峡から麻生湾に入るには島を迂回しなければなりませんでした。そこでより早く運搬するために陸地が細くなっている地峡部で人力で船を運ぶ仕事が発展し、集落ができました。それが現在でも文字通りの船越の名前として残されています。国道沿いのちょっと奥まったところにあるんですが、それが信じられないぐらい静けさが素晴らしいですね。対馬は9割が山林っていう風に言いますけど、それを感じさせるような大自然ですね。落ち着いててこういう場所すごい好きですね。今赤島大橋というところに来ました。赤島大橋はエメラルドブルーの海が綺麗ということでやってきました。対馬の海の中でも特に透明度が高くて綺麗な印象があります。ご覧のようにエメラルドブルーの透き通った海です。めちゃくちゃ綺麗です。渡積神社は浦島太郎の物語で知られる竜宮伝説を伝える神秘的な神社です。一直線に並んだ5基の鳥居が特徴で、そのうちの2つは麻生湾に浮かんでいます。以前台風によって第一の鳥居が倒壊しましたが、クラウドファンディングで集められた支援金によって再建されました。ゴースト・オブ・対馬のファンからも多くの支援金が寄せられたそうで、倒壊した鳥居は現在身代わり鳥居として境内に建立されています。境内には全国的にも珍しい三柱鳥居が2つもありました。ちょうど今満潮の時間なので綺麗に海中に浮かんでいるように見えますね。今から和田摘神社からも程近い烏帽子岳に向かいます。烏帽子岳は通常なら山頂までこの道を通って行くことができるんですが、今災害対策工事中ってことで全面通行止めになっているので行くことができません。一方で登山口があるのでそちらから、登っていこうと思います。ご覧のように烏帽子岳の登山口の入り口があります。ただめちゃくちゃ険しいので覚悟は必要ですね。本来なら車で行くことができます。結構斜面が急なので登山靴とかの方が絶対いいですね。
でちょっとなんか砂利っぽくて滑りやすいので、降りるときは特に注意した方がいいですね。あと少しで着きそうです。休憩所もありました。いやー、登ってきました。いやー、結構大変だった。到着しました。烏帽子岳展望所に到着しました。いやー、素晴らしい景色ですね。大パノラマ、まさに大パノラマ。浅茅湾を見渡すことができて素晴らしい景色です。対馬でも一番有名な景勝地だと思うので、来れてよかったですね。ということで烏帽子岳に登ってきました。正直登るハードルは高いと思います。距離は1キロぐらいなのでそんなに遠くはないんですけど、斜面が急斜面で、かつ小石のような砂利が地面になってるんですけど、それが滑りやすくてちょっと危ないかなっていう。登山靴とかじゃないとちょっと登りづらいのかなと思います。でも展望所自体はやっぱり最高で行ってよかったです。運動してお腹空いたのでお昼を食べに行こうと思います。穴子亭はミシュランガイドにも掲載された対馬屈指の人気店です。お店で提供される黄金穴子は穴子亭の自社ブランドで、握り寿司、かつ天ぷら、刺身、白焼きなど穴子を使った豊富な料理が楽しめます。今回は特上せいろ蒸しをいただきました。特上せいろ蒸しです。いや、こんなに開けるのが楽しみな箱もないですよね。いや、最高。めっちゃいい香り。しみしみですね、ご飯も。ふわふわで肉厚の穴子が本当に美味しくて、穴子の美味しさに感動しました。最高に美味しいです。コーヒーと白玉のデザート付きです。店員さんの気遣いも素晴らしくて大満足でした。対馬に来たら絶対に外せないお店ですね。こちらの目幌ダム馬事公園では、対馬固有の在来馬、大衆馬を飼育していて、見学や餌やり、乗馬体験をすることもできます。日本には現在8種類の在来馬がいますが、その中でも大衆馬は特に数が少なく、絶滅を危惧されるほど希少な馬です。大衆馬は小柄で温厚な性格ですが、現行では軍馬となったり、昭和40年頃までは島の人々の移動や運搬を担っていて、生活には欠かせない存在だったそうです。
公園で乗馬体験できました。もう破格の値段で乗馬体験ができるので、すごい楽しくておすすめです。もう可愛いな。対馬野生生物保護センターは環境省と長崎県が運営する野生動植物の保護施設です。入館料は無料で、対馬の生態系に関する展示や対馬ヤマネコを観察することもできます。対馬ヤマネコはイリオモテヤマネコと並んで環境省のレッドリストに分類されていて、現在の生息数はおよそ100匹と言われています。どちらもベンガルヤマネコの亜種で、見た目は似ていますが、意外と違う点も多いことを知りました。現在は4代目のカナタくんをマジックミラー越しに見学することができます。腕をクロスさせながら気持ちよさそうに寝てますね。対馬の観光地はどこ行っても山を登ることになるので、体力は必要だと思います。曽崎公園にも砲台の跡が残されてますね。灯台に到着しました。海です。一面の水平線の向こうに結構大きい船が見えますね。お、ちょうどいいところにあんじゃん。船の機体側面にヤンミンっていう文字が書いてありますね。てかめっちゃ船いるな。すごい。日本と韓国の間の海にめちゃくちゃ船が、ほぼ貿易船っぽいですね。なんかまあ当たり前か。なんか風の強さでテレ東みたいになった気がありますね。そしてここは日本最北西端の地になるそうです。異国の見える丘展望所にやってきました。50キロ先には釜山があるなんて、とても信じられないですね。今日は運よくめちゃくちゃ天気がいいので、実はめちゃくちゃ見えてます。無料で見れる双眼鏡もあるので、これで覗いてみると結構はっきりと見えます。見えますね。山の稜線ははっきりと見えるんですけど、ビルっぽい建物が立ち並んでるのがなんとなく見えます。今日本当に晴れててよかった。
韓国展望所にやってきました。リニューアルされたみたいでかなり綺麗ですね。双眼鏡がニコン製でめちゃくちゃ見やすいんですよね。すっきり晴れてるんですけど韓国が見えなくなっちゃいましたね。韓国展望台のお隣には豊砲台跡があるので行きたいと思います。徒歩20分って書いてあるんで、まあこれも頑張るしかないですね。本当に対馬の観光スポットはどれも山登りって感じですね。それが楽しいところでもあるんですけど、こんな感じのかなり危ない斜面もあります。着きました。こんな感じのところにあります。さっきの韓国展望所から歩いてやっぱ15分ぐらいかかりましたね。いや僕勘違いしてたんですけど、韓国展望所のすぐ隣にある豊砲台跡は施設の内部じゃなくて施設の上から見る方なので、別の場所から施設の内部に入るので、ちょっと危ない山道を20分ぐらい歩いてそんなに見るところがないので気をつけたいところですね。ということで改めて豊砲台跡にやってきました。めちゃくちゃやばそうな雰囲気の内部に入っていきます。隣にあるここのスイッチを押すと電気を30分間点灯してくれるので、これをポチッとなと。ついたのか。おおもう入っただけで胸が高まりますね。高動力気質、めちゃめちゃ声が響きますね。天井にフックっぽいのがあるので、あれで吊るしてたんですかね、機械を。なんかやっぱダンジョン感がありますね。こういうの好きだな。これでここで行くと入り口の脇に出てくると。外壁に迷彩柄の塗装の跡が残っていて、戦争に備えて作られた施設であることがよく伝わりますね。豊砲台は昭和4年から5年がかりで作られた対馬が国防の最前線だったことを伝える遺構です。こちらの砲塔部のコンクリートは爆撃に耐えられるように3メートルの厚みがあります。すごい。軍縮会議によって廃艦となった主砲を移管したもので、当時は世界最大の砲台だったそうです。実戦では一度も発射することがなく、撃たずの砲台と言われていますが、第二次世界大戦で日本海側の都市に艦砲射撃による被害がなかったのは、対馬の要塞としての抑止力のおかげだとも言われています。壊れた壁のところから木が生えてるのも雰囲気ありますね。
本日泊まる宿の民宿西泊さんにやってきました。日田勝は伊豆原とまた雰囲気が違いますね。めちゃくちゃ綺麗な共用の洗面台ですね。本日泊まる部屋はこんな感じです。対馬名物のとんちゃん。焼肉といえば締めの冷麺。おはようございます。僕は今祝詞神社というところにいます。ここは日高津港にある神社なんですが、上から日高津港を一望することができる景色のいい神社です。階段のふもとにあるこの車が止まっているところが昨日泊まった民宿西泊さんです。実家にいるのかと思うぐらい快適な宿でした。最終日の今日は午後のフェリーで帰るので、それまでの時間最後まで楽しんでいきたいと思います。それでは対馬3日目スタートします。蛇がいました。西泊海水浴場に到着しました。民宿西泊から徒歩圏内にあるんですけど、すごい誰もいなくて、もうプライベートビーチ状態ですね。めちゃくちゃ快適です。海の透明度も高くて、この穏やかな波すごくいいですね。日本の港100選にも選ばれた三浦浜にやってきました。ここは対馬の北部でも有名な海水浴場で人気の観光スポットですね。いや、海が綺麗ですね。めちゃくちゃ透明度高い。この波の穏やかさと海の透明度の高さは結構すごいですね。そしてこの近くにある山、このロケーションはかなり海水浴場としてもうベストスポットじゃないですか。日高津の東横インがあそこにあるんですが、この三浦浜を見下ろせるような場所にありますね。東横インの日高津にやってきました。ここは東横インの隣に馬小屋が併設されていて、大衆馬を見学することができます。馬がいる東横インはもう日本でここしかいないので、かなり珍しいですよね。厩舎を見学させていただきました。オス馬の大衆馬佐藤弘くんです。もうこっちに来る馬が増える予定でこんだけあるって感じなんですか。いずれはまたありがとうございました。楽しみました。大衆馬は対馬市が観光客の誘致の一環で貸し出しているそうです。東横インでも大衆馬を見学できるのでめちゃくちゃいいですね。いや、楽しみました。日
日勝港の国内ターミナルにやってきました。ターミナルも新しくて綺麗ですね。日高と博多を結ぶ海照らしがありますね。今準備中のようです。対馬と釜山を結ぶフェリーがちょうど今出港していますね。釜山行きのフェリーと博多行きのフェリーがちょうど共演しています。いいタイミングだ。日高の漁港はこんな感じです。漁港を取り囲んで街が出来上がってますね。日高港の国際線の旅行ターミナルに来ました。こういうちっちゃなお土産屋さんもありますね。2階には日高港を見渡せる形で休憩スペースがありますね。日高港は国内線のターミナルと国際線のターミナルが港を渡って反対側に位置しています。国際線を出てすぐ歩いたところのこのエリアが日高の町の中心エリアになりますね。この辺りが日高の町の中心エリアになりますね。海鮮丼、寿司どころ新一さんで食べてきました。めちゃくちゃ美味しかったですね。人気店なのでやっぱり開店前から並んでる人もいて、開店前に来て正解でした。これからフェリーに乗って帰るんですが、僕が乗るフェリーが伊豆原発なので、日高から伊豆原まで最後ドライブしていきたいと思います。帰り道は上対馬の終始のもみじ街道を通りました。この場所は川沿い7キロにわたってもみじや楓が群生していて、紅葉の景勝地として知られています。道中には散策できる公園もあって、ドライブするだけでもとても気持ちのいい場所でした。日本最古のイチョウと言われる金の大イチョウにやってきました。大きすぎて画面に収まらないですね。帰り道の途中にあったので立ち寄りました。万関橋を渡って北部の日高から南部の伊豆原へ戻ってきました。やっぱり北部は結構距離が遠いですね。ここまで来るのにだいたい1時間ぐらいはかかってますね。伊豆原のフェリーターミナルに戻ってきました。帰りのフェリー絆が到着しました。ということで2泊3日で対馬を楽しんできました。対馬は歴史と自然、美味しいご飯を楽しめる最高の島でした。本当に想像よりもはるかに良くて、また行きたいと思う場所でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。あれに乗って博多に帰ります。